美味しい。美味しい。Oh, I love this sound. It's beautiful. This semi is from Tsujun Shuzo, Tsujun Brewery from Kumamoto, right? Kanpai. 乾杯。 Look at this color. Color is a bit yellowish. Yeah, Very a little bit natural. yellow. Oh, A bit like a mint. not too much, but a slightly nice cero aroma. Yeah, it's different from like recent lots of aroma sake. 'Cause, Aromatic sake. not so much aroma, but a slightly nice aroma. So why they are making this kind of sake? They are very, the environmentally conscious and then very realistic. So the brewery owner wants to make a sake very natural way without using too much electricity or too much artificial things. Yeah, so Like earth friendly. earth friendly. So they brew the sake when the temperature is very cold, even though their location is one of the southmost region. Because nowadays, lots of like research and then technology easier to make sake from before, using the electricity and cooling down the temperature of the tank to brew. But he doubt that method, right? Yeah. So he wants to do as natural as possible, right? Yeah, like 30 years ago or 40 years ago, the same method he's using for the make a sake. He doesn't want to make a sake very popular by the people, but authentic, classical type of sake. So to be able to do that, how to brew is also important, and also the yeast is also important. Yeast is he's making is Kumamoto yeast. It's the same family of Kyokai Kobo number 9. Number 9. Yeah, it's from Kumamoto. Yes. It's a very legendary yeast. Right. So we went to Tsujun Brewery to check it out, how they are doing, what they are doing. Please watch that video. Sip of Japan.創業はですね、1770年ですね。ですから、海外の方にお話しするときはベートーベンの生まれた年と一緒というふうに申し上げております。わかりやすいですね。わかりやすく言わないとですね。それで蝶ネクタイとかなんですか？蝶ネクタイはですね、いろいろ言われというかあれがあるんですけども、私も祖父の時代は皆さん蝶ネクタイしてましたですよね。祖父のちゃんと夏になると白い背広、麻の背広にタイバーをつけてでカンカン帽をかぶってましたけど、はい、やっぱり祖父のスタイルは結構好きでしたんで、そういう意味で蝶ネクタイを必ずこれはこう引っ張って乗るんじゃなくてちゃんと手で結ぶやつを毎朝してやってます。はい、素敵ですね。2つ大きな基盤があります。一つはまず地元の米を使うということで、もう何代も何代もわたってですね、付き合いのある農家の人たちにお米を作っていただいているというところがまず一つですね。それから2つ目は、
全量熊本酵母を使って、醸しているというところが、この2つが大きなまず外形的な特徴になっています。熊本酵母の特徴はまたこれも2つありまして、大きなところでいくと1つはですね、長期保存に向くと。ですから、ある程度長く置いといても美味しくなっていくというところが1つございます。そうすると非常に味がまろやかになって食中酒として非常に合わせやすいというところが1つ特徴ですね。それからもう1つがですね、これは作り手の思いに応える酵母というふうに言われております。と言いますのは、お酒造りというのはその蔵その蔵の特徴があるわけですけども、その特徴を出すとに熊本酵母というのはもうどんと構えてどんなでも濃いという感じの酵母です。すごい。だからただ10年ぐらいかかります。やっぱりその酵母を使いこなすのに、あ、10年もかかる、やっぱり腕がある程度必要になってきますので、やっぱりそういう意味では熊本酵母をうまく使いこなしていくと、やっぱり自分蔵の独自のお酒ができてくるというところがやっぱり大きい特徴になっています。うちの杜氏の考え方でいくと、そのナチュラルに作ると、やっぱりその年の気温とか何とかに合わせて、決してその自分が酵母をコントロールしていくというよりも、その気候に合わせて酵母が活躍する場をどう作っていくかというところがありますので、うちの場合はお酒造りの時は全て開放タンクでやっています。密閉タンクではなくてですね、というのはなぜかというと、そのつらっと我々は言っておりますけども、発酵しているこの状態をよく見て、それに合わせて、温度を下げたり上げたりとか水を少し打ったりとか、そういうふうなことをやっていくのでですね、開放タンクでやっていく。それだけやっぱりこのスキルがいるというと経験がいるというところで、その熊本酵母というのはある。今いろいろな酵母はどちらかというとマニュアル化されているところも結構あると思いますけど、そういうふうなマニュアル化するんではなくて、その土地の気候に合わせて作ることに対応できる酵母というふうに考えていただければいいと思います。私はこの2、30年ずっとお酒のいろいろな技術変化を見てましたけども、やっぱり私どもとしてはやっぱりその40年50年前、ずっと昔からやっている酒造り、すなわちできるだけ電気を使わない、エアコンを入れない、その気候に応じた酒造りをやるというのを基本にしています。もちろん酒造りの時にですね、大吟醸とか昔二重桶というのやってましたから、そういうふうな形で一部特定のやつはやりますけど、基本的にそれ以外のものは全てその常温、その土地の今の気候でやっていくと。ですから、逆に言うと作れる量も限られてくると。もう今この温暖化ですから、今作り始めてますけど、非常に苦労して今日から寒くなってるんで、非常に蔵子の連中が顔が明るくなってます。で、大体3月の半ばぐらいまでに全て作業を終わらせるというふうにしないと、もうそれ以上はできないと、時期間的にですね。それから夏場もその常温で保存する。今蔵の中がですね25度ぐらいまで夏は上がります。しかしその温度でも美味しく変わっていく。昔はそんなクーラーとかなくてみんな貯蔵してたわけですから、それでどういうふうにしてやっていくか。ただその昔のやり方だけではなくて、そこに新しい知見を加えて今の酒造りの中で、そういう常温で貯蔵できるような、酒造りをどうすればいいかというのを追求しております。具体的に言うと、まずそのナチュラルで作る、普通の気温で作るということによって強いお酒ができるというふうにうちの杜氏は言っております。お酒自身がその繊細というよりもちゃんとした強いお酒ができて、そしてそれが長期貯蔵するっていう蔵の中で25度でも逆にそれが美味しくなる。それがまずベースにあって、そして貯蔵方法もですね、ちょっとコツがいるんですけども、タンクで貯蔵します。昔は瓶貯蔵っていうのが流行ってたんですけども、実は瓶貯蔵したやつとタンク貯蔵したやつを比較してみましたら、タンク貯蔵の方が良かったんですね。みんなタンク貯蔵はダメだと思ってるんですけど、タンク貯蔵でもいろいろ工夫をすると、非常に良質なお酒に変わっていくというのが分かってきましたので、今はタンク貯蔵の方に軸足をどんどん移しているというような状況ですね。それによって、あまりその電気を使わない自然に優しい酒造りができる技術が私どもとしてはある程度できてきたなというふうに思っています。
もう20年ぐらい前ですけども、まあ、一番うちで今主力商品になってる純米吟醸酒ですけども、何しろ売れない時期で、日本酒が全く売れない時期で、もう何かとか手に取ってもいただこうと思って、なんでセミですかという質問をされるようにセミって名前を付けたんですけど、実はもう一つのコンセプトは寝かせることによって1年寝かせて出すということで、まあセミは7年って言いますから7年寝てないんですけど、1年でもそういうイメージとしてこういうところが。それからもう一つが、セミっていうのは実は中国ではリボーンなんですよね。不死の象徴で、亡くなった方の口の中にセミの彫刻を入れて、王族の方々はつまり土の中からまた復活してくると。だからそういう日本酒のリボーンも含めてですね、そういう願いも込めてセミという名前を付けさせていただいております。実は熊本地震が8年前にありましてですね、その時に日本ソムリエ協会の今会長されてます田崎真也さんが応援に来ていただきまして、で、いろいろお酒に対するアドバイスを言われたんですけど、その時非常に私が印象に残っておりますのは、日本酒は野菜と合うということをしきりとおっしゃってました。やっぱりこの、他のワインとかと比較してもですね、ワインは苦みえぐみを逆に強調してしまうと。だから白ワインで、例えば野菜のドレッシングがかかってない部分をちょっと食べてみてくださいと。そしたら苦みえぐみが非常に出てくると。ところがそれに比べて日本酒はそういうのをうまく包み込むんで、日本酒は野菜に合うということでおっしゃっていただいてですね、それから私どももできるだけお野菜と、先ほど言いましたこの完成蔵でお料理も出してるんですけど、朝どれのお野菜を出して、そしてこのお酒と合わせていただくということで、非常に野菜に合うということで、お話をさせていただいております。サラダとかいいですかね、海外の方だと、はい、サラダでもいいと思いますし、もう本当に温野菜でもいいと思いますし、やっぱり苦みえぐみというのはこの日本酒のこういう乳酸の柔らかさでですね、非常にマスキングされていって非常に合うと。やっぱり日本人は昔から漬物で酒を飲んでましたからですね、そういう伝統があるというところですね。乾杯。乾杯、Cheers。美味しい。でも美味しいね。食べ物と合わせた方が。It's very food driven 酒。I like the acidity. Yeah, acidity and some kind of astringency and the bitterness can go very well with vegetable, like Yamashita-san said. Yeah, I think it's very. I can see that. Yeah. And then I think this sake can develop with time goes by. So I think it's very interesting. It's get milder. Milder, and then I think it's very good with with air exposed. I see. Mixed with air. This can develop more pleasant. So we can enjoy both in just opening the bottle, and after that you can enjoy on the table with chatting like 2 hours. You don't have to worry about the temperature. Yeah, I just think you enjoy. can enjoy with the temperature difference and then time difference. Love it. 通常酒造としてはもうずっと熊本工房を使い続けてますので、他の工房は使います。どんな特徴がありますか、熊本工房は。ただ工房として強いですね。しっかり発酵してくれますし、もろみの後半の方で品温をしっかり下げてもそれでもずっと、活動してくれる工房ですね。これ今新しく開発している工房ですね。酒造系でした。バナナ系の香りが強く出る。サクサイソー。サクイソですね。サクイソ。これはぬくめてるんですか？いや、逆です。冷やしてる。冷却設備が先ほど内調お話ししましたけど、この中に氷を入れて、
冷感っていう使い方ですね。で、元とかで、同じような容器にお湯を入れて炊きだるというふうにしますけど。これは最終的に何になるんですか？これは、初めの一本というお酒になります。毎年、一番最初に仕込むお酒を、お歳暮と正月用のお酒として、出してます。どうなるかなと思ったけどですね、酵母もしっかり増えてますし、仕込み踊りの時あたりでもですね、そんなに思ったように違いはなかったですので、ただやっぱり、1個元でやってますね。以前仕込みが多い時には2個元って言ってからし期間が長く取れますから、1個の元で2つのもろみですね分の元を仕込んだりもしてましたけども、今は中温測定の場合はもう1個元ですね。1個の元で1個のもろみに作るという形ですね。海外の方には珍しい漢字のこのパッケージになりますので、こういうのもちょっとテーブルの上に置いていただいてですね、そのテーブルがちょっと面白いなというふうになっていただいて、あまりこうなんていう首をかしげながらうーって言ってお酒を飲むんじゃなくて、やっぱり楽しくですね、やっぱりそういう楽しくいろいろ飲む場所に私はこういうセミとかいう商品は置いていただければありがたいと思っております。うちで一番古い焼酎ですね、1987年に仕込んだ、焼酎でして、亀でですね、ずっと貯蔵してたものを3、4年前から、発売しております。